イラク旅行第3弾はバビロニア帝国の首都バビロン、そしてメッカをしのぐほどの巡礼者が訪れるシーア派の聖地カルバラです。バビロンまでは命がけの乗り合いタクシー、カルバラからは乗り合いバスで帰ってきました。ハムラビ王店のハムラビ王、聖書に出てくるネブカドネザル2世が首都としたバビロン、アレキサンダー大王、キロズ大王にもゆかりの地。しかし何といってもこの地を知るきっかけになったのはアニメバビル2世です。18世紀には人口20万人を有し世界最大の都市と言われたバビロンを見渡すところには独裁者サダム・フセインの宮殿、その後ミニバスでシーア派の聖地カルバラへ向かいます。巨大なイマム・フセイン廟とそこに集まる巡礼者たちが作り出すパワーには圧倒されます。はい、おはようございます。バグダッド6日目です。今日はバビロンに行きます。バビロンまで行くのはこちら公共交通機関がほぼないので、とりあえずアラウィガレージというところまでウーバーみたいなカリームというのを使っていって、そこからシェアードタクシー、乗り合いタクシーでバビロンへ向かいます。タハリール広場の下を抜ける道路にはたくさんのグラフィティが。2019年死者400人、負傷者1万5000人を出し、当時の首相を辞任にまで追い込んだ10月革命の犠牲者たちの肖像や名前が描かれています。はい、シェアードタクシーのガラージ来ましたが、また呼び込みがすごくてわけわからん。相変わらずカメラ好き。1人1万って聞いてたんですが、このちょっと大きい何人乗りだ ?1,2,3,4,5,6,7 8人乗りかなということで1人6000、ちょっと安く行けそうです。ここは今までよりもトイレ綺麗そうですね。ちょっとこれ結構時間かかるね。一番最初ですね。33333412人乗れるよこれ。タクシーで降ろされたらここ、はい、そしてここから中に入ったら中がガラージと、そこでバビロン行きを探すことになります。はい、とにかく行くの？英語喋る人がいないので、違うバス？はい、車が変わったみたいです。はい、以前にも入ってきたらバビロン行きはちょっと大きめの車で行くみたいですね。車変わったんですが、やっぱり3、4、12、12席ですね。いつになったら出るのやら。ただいま8時23分、8時10分ぐらいから待ってますかね。いやー、全然人が集まりません。ということで一応交渉したらシェアのタクシーもあるということで、2人だったら3万5000って言われたんですけど、もう1人待っていいからっていうことで、もう1人乗客を待ちます。ヒュンダイ、これか。 OK, we wait, yeah? はい、なんか全然すごい人がいっぱい集まってきて助けてくれてるんですけど、結局今タクシーに乗って1人1万でいいのかどうなるのか、もう1人待つのか、このまま出るのか、さっぱりわかりません。運転手さんがもう1人の乗客を探しに行って全然帰ってこないんで、他の運転手に連れられて外に出てみると、そこで運転手さん一生懸命3人目の乗客を探してました。申し訳ないので結局最初の運転手さんに2人でバビロンまで連れてってもらうことにしました。はい、もう9時40分、なんだかんだって結局2人でタクシーそのまま頼んで、バビロン向かいます。やっとバビロン向かいます。1時間半1時間半かかった、決定するまで。結局シェアじゃなくてプライベートタクシーになりました。意外に大きくないのよね、川。今回はアメ車じゃなくってヒュンダイ。
日本ではヒョンデっていうんですかね。運転手さん安全運転、時速140キロから150キロです。到着です。チケットオフィス行っていいんでしょう。駐車場ここですね。ついに着きました。わかりにくいねこれね。ちょっとめちゃくちゃ道路サインもほとんどなし、大変ですけど、運転手さんも初めてみたいですね。はい、到着です。やったー。いやー、3時間半、すごいね。3時間半かかりましたよ。いやー、疲れた。なんだかんだ車を探すこと値段交渉チケットあるの？ある。ついに来ました。ハムラビ王ネブカドネザルのふるさとバビロンです。いやー、これの本物はドイツ人が盗んできました。ベルリンにあります。うちの息子が一番身だしなみ悪いイシュタル門を抜けるとネブカドネザル2世時代の町の創造図、そしてハムラビ王をはじめとする歴代王の肖像が描かれています。その昔は町の真ん中をユーフラテス川が流れていたそうです。見学順路のサインがないんで、これまた見学しにくい。ネブカドネザル2ミュージアム閉まってます。もう完全レプリカだねこれいつ作ったのこれ？サダムかな、サダムフセインかな。サダムは一応こういうのを大事にしてたんだね。うん、してたみたいよ。サウザンパレス。おお、でも立派ね。自分をネブカドネザル2世の再来と称したサダム・フセインによって再建されたサウザンパレス。よーく見ると一部土台に古いレンガも残ってます。紀元前323年、この宮殿のどこかでアレキサンダー大王が亡くなってます。古代都市を見下ろせる丘の上にはサダム・フセインが作った宮殿です。はい、サダムパレスを60だったか80だったか持ってたんですが、その中の一つです。サダム・フセインが再建した部分にはサダムの名前が、古いレンガにはネブカドネザル2世の名前が刻まれています。はい、もともとはここにイシュターゲートがあったそうです。ここもまた立ち入り禁止。残念ながら。ここは古い部分がそのまま残ってんのかな。深いしね。はい、ネブカドネザルのラインにいました。メソポタミア美術で最も有名なこの彫刻はバビロンばかりでなく、イラクの象徴としてイラクフットボール協会の紋章にも描かれています。バベルの塔があったところがこちら。全然気がつきませんでした。底辺の長さ90メートルの土台の跡しか残ってません。すっかりこの丘がバベルの塔だと思い、ここに世界七不思議バビロンの空中庭園があったのかなと思ってきたんですが、バビロンの空中庭園の場所は未だに定かではないそうです。もともとこの丘にはバビロンの国家神マルドゥークを祀った神殿があったそうです。サダム・ハセインのパレス、ガイドが一緒じゃないとダメということで入れませんでした。
サダムのパレスにはガイドが一緒じゃないと入りませんで、15K って言ったんで10ドルですね。ただ歩いていくのしんどいんで車ないのって言ったらプラス5000だから13ドル14ドルぐらいでガイドを1人雇えたら入れるみたいです。よーく見るとサダムの肖像も各所に。見学終了1時半です。カルバラだっけ、カルバラ、ケルバラでございます。バビロンを訪れる際の拠点となるヒッラは人口45万、広大な農業地帯バービル県の県都です。バビロンでタクシー呼んでもらってガラージに行くかコーズウェイに行くか、コーズウェイからの方が安いところですから、まさに交差点ですね。そうするとバスが何台かミニバスが待ってて、ここからカルベラまで2000です。はい、こんな感じ。今1台ちょうど行ったんですが1人しか乗れなかったんで残念ながらしばらく待たないといけないです。はい、まだいろんなとこハローみんな愛想がいいんですわ。これがカルバラ、ヒッラの町の交差点で降ろされて今バスがいっぱいになるのを待ってます。はい、こんな感じ。すごい埃だらけ。まあすごいっすわ。14人乗りのミニバスです。意外と早くあと3人ぐらいに来れば乗れます。うわ、渋滞だ。道路閉鎖です。シーア派の聖地カルバラに到着です。さすが黒ずくめの女性が多い。こっち乗ってるけどね。イマム・フセインの埋葬されているところが聖地だそうです。なぜかセキュリティを受けて聖地の入り口入ってきたら冷蔵庫とかそんなもん持ってます。朝食食べてから何も食べてないんでちょっとなんか食べたいんですけど、間もなく3時です。なぜか家具屋さん。カルバラの人口は約70万人です。世界最大の宗教行事の一つアルバイン巡礼には世界中から2000万人以上の人が集まるというイスラム教徒シーア派にとって最も最適な聖地の一つです。
毎年数千万人の巡礼者が来るそうです。すごいですね。なんとなくパワーを感じます。アッパース廟から参道を挟んで奥に見えるのがフセイン廟です。2人とも紀元680年カルバーの戦いで戦死したシーア派の英雄です。中はその広さと豪華さに言葉を失います。すごいなこれ。この奥にイマム・セインが埋葬されています。結構入るのちょっと面倒くさいですけど、靴をボックスに預けるか、高い靴取られるの嫌だったら奥に預けれます。あと手荷物もカメラとか預けさせられて中見学、携帯での撮影は OK ですけど、まさにイマム・フセインのお墓のところだけは、写真撮影が禁止です。すごいです。いや、ここすごかった。あっち？あー、すごかったね。どうですか、感想は。すごいね、天井が天井ピカピカ、キンキラキンで凄まじかったよね。びっくり。うわー、ますます人が増えてるのかなこれ。すごかったです。豪華絢爛。さすが毎年何千万の人が集まるぐらいだけあって、すごい寄付なんでしょうね。イマーム・アッバース廟の前で炊いたケバブ、食当たりになるんじゃないかっていうちょっと心配になるぐらい美味しくなくて値段も高かったです。人が集まるんでぼってますね。その近くでは無料の食事を提供してました。ケバブ食べなきゃよかったです。食べてけ食べてけって誘われました。その奥ではこの後サービスされる食事を料理してます。今4時、5時になったら配るそうです。いやジャパンはい。はい、ここが巡礼の人たちが通ってくるメイン通りですね。我々はお参りが終えて、そしてガレージに向かってバグダッドへとりあえず戻ります。イスンでございます。政府関係の車は新しく綺麗、日本車が多いですね。はい、バグダッド行きのミニバス3500です。1人2ポンド30ぐらいです。3500、めちゃくちゃ安いです。満席26人、出発します。そんな待たなかったね。15分ぐらいしか待ってないけど。出発します。はい、バグダッドまで3500。朝バビロンまで行った値段の10分の1よ。値段が10分の1に下がりました。ここのガレージはやはり巡礼者が多いせいか、乗り合いタクシーよりもミニバスの数がすごかったです。翌日モンスルに移動する際は
また乗り合いタクシーを利用したんですが、他に乗客がいなかったせいもあり、運転手さんに騙されそうになったんですね。時間はかかりますが、ミニバスまたは目的地によっては大型バスもあるみたいです。そちら利用の方が安心かもしれません。はーいまた気がついてて、ビデオに見ると気がついてますね。100キロの距離、なんだかんだ2時間でバグダッドへ戻ってきました。ティグリス川の西岸、この辺り一帯はアルゾーラ地区、動物園、遊園地、展望台などがあり、家族連れがレクリエーションのためにやってくる地区で、また政府関係の施設も多い地区となっています。夜やってくるとちょっとラスベガスっぽいところもあります。お腹ペコペコ。バグダッド最後の夜はイラク名物料理を食べに行くことにしました。マスグーフ、鯉料理でございます。はい、すごい立派な人。鯉ですわ。ちゃんと泥抜きしてあんのかな。一応このレストランはしっかり泥抜きがしてある美味しいお店という風にフラットだったかな、ガイドブックに書いてあったんですけど、はい、ガンガン焼いてます。紙に書いてあるのが重さだそうです。うわ、熱い。おい、こうやって見ると美味しそうですけどね、鯉だって分かってるんで。おお、すごい。こっちでも焼いてる。うわ。Hello. Is it okay? Okay. Thank you. うわ、めちゃくちゃ暑いです。右と左からガンガンと熱気が来て、めちゃくちゃ暑い。ここで焼いたのをまた向こうで焼くのかな。うわ、熱い熱い熱い。すごいな。はい、泥臭くありませんように。はい、これにお魚乗っかってきます。ハロー。こんな感じで、こんな感じで出てますね。メニューをもらう代わりに、まず焼いてる魚を見に行ってどれがいいか選びました。例のごとく黙ってたら前菜が出てきて、パンが出てこなかったんで周りを見たらみんなそのままスプーンで食べてました。高級レストランなのにプラスチックです。じっくり焼くだけあって随分待たされました。でっかいパンが魚の上に乗ってくるんですが、ご飯食べるかって聞かれたのでお願いしました。でかいね、パンが2枚。レシートがついてる。さあ、どれだけ泥の味がするでしょう。あ、でも美味しそうよね。うわ、ずーっと焼いてる割にはどう？美味しい。まあでもちょっと泥の味しよう。やっぱりする？するね。でも美味しいよこれ。あれだけでもずーっと焼いてるのによくそんなジューシーよね。だってもう50分45分ぐらい、50分が今40分でしょ。50分1時間近く焼いてるよ。そうそう。いや、意外に泥臭くないね。そうそう。美味しい。意外に泥臭くない。すごいジューシー。すごい偏見を持って食べてるけど、それでも悪くないね。え？
しい。悪くないね。はい、さすが名物料理にこれだけ繁盛してるだけあってなかなかの味です。おお、停電が来たお、見事試してみるもんですね。例のごとく支払いはメインコースの料理だけ。水もお茶もついてます。これはイラクに来たら超おすすめです。食事で終わりと思ったんですけど、バグダッドホテルに来てビール飲んでます。いくらだったって？乾杯。あ、乾杯。14,000円。14,000。あ、日本で10ドル。ロンドンのパブより安いね。5スターホテルです。バグダッドホテル。はい、これイラキのビールって言ったよね。ちょっと甘い。地元のビールだそうです。翌日はシェアードタクシーのうんちゃんに騙されそうになりながらバグダッドの北400キロモースルを目指します。凄まじい戦争の痕跡が生々しく残るモースルの街はイラク第2の都市とはいえ、数年前まで全く耳にすることはありませんでしたが、イスラム国最大の勢力拠点として世界中に知られるようになりました。また大博物館にあるアッシリアの浮き彫り彫刻ライオン狩りが出土したアッシリア帝国の首都古代都市ニネベがあったのもモスルです。そのニネベに足を運ぶのが目的の一つだったんですが、行ってみたらほぼ何にもありませんでした。ニネベの遺跡から発掘された貴重な遺物の最大コレクションは大英博物館、その他欧米各地の博物館に所蔵展示されています。